くるみ山荘を訪問していただきありがとうございます。くるみ山荘は電気ガス水道の公共供給を受けないオフグリッドな環境です。動画には日本語だけではなく英語の字幕もつけておりますので、どうぞお楽しみください。英語は CC のところからアメリカの英語を選択してください。物置小屋の拡張更新プロジェクトが進行中です。棟梁の仕事は常に期待の 120% を超えます。だからこそアルピニストの野口健さんも信頼していらっしゃるのでしょう。野口健さんも棟梁の素晴らしい技術を信頼し、ご自身の古民家再生を依頼されました。くるみ山荘も棟梁に改築していただきました。今回は物置小屋をお願いしています。くるみ山荘に生えていた木を製材した材木は工場で組み立て用に細工をして、すでに原寸合わせ仮組みも完了しています。ここは山のふもとにある棟梁の工場です。継ぎ手や敷地の微妙なズレを微調整し、完璧に合わさるように仕上げてあります。森に生えていた自然の木には曲がり、縮み、ねじれといった個性があります。現場で一発勝負で組み立てるのは非常に困難なのだそうです。くるみ山荘の前の持ち主は夫の叔父ですが、叔父が木の管理を任せていた天野さんは90歳を超えても命綱なしで木に登り、枝打ちをしてくださったということです。もうその方は亡くなっていて、その息子さんとはお会いしたことがあります。50代から60代だと思います。子供の時に棟梁から少年野球のコーチを受けていたとおっしゃっていました。天野さんはご自身のブルーベリー園のブルーベリー狩りに招待してくださったことがあります。どれだけ採集してよいのか遠慮すべきなのかは確信がないのですが、たくさんいただいたと記憶しております。天野さんありがとうございました。息子が友達とくるみ山荘に泊まるということなので、物置小屋プロジェクトで止めている発電機をつないでいただくことになりました。山の生活は孤立していては成り立ちません。2ヶ月前に実験住宅に引っ越しました。転居先で歯科検診の通知を受け取りました。今年70歳になるからだそうです。転居前に20年近く通った歯科クリニックから歯のクリーニングの時期だという LINE が届いていました。その頃オーストラリアに行ったり引っ越しをしたりでとても忙しく予約をすることができませんでした。無料の歯科検診を受け、全般に良い状態ですが、年齢的にも歯肉抗体があるということで、保険診療とクリーニングをしていただいています。総入れ歯を入れている姑を見ても、歯を全力で守りたいと思っています。レントゲンではなくデジカメで撮影した歯の写真は自分で見ても綺麗だったこともあり、褒められて伸びるタイプなので歯のメンテナンスに注力することにします。
この川も昔は氾濫したのかもしれないなどといろいろなことを考えます。こちらは別の流れです。転がらぬ石には苔が蒸しています。苔蒸した石を見た瞬間に、私の口内も放置すればこうなるという啓示を受けました。磨かぬ歯には思考が蒸す。一見風情のある苔蒸した石という美しい自然の風景が怠惰への警告というメッセージとして牙をむいて語りかけてきます。くるみ山荘でホタル袋はもっとたくさん咲いてほしいのですが、だいたいこのぐらいです。材木用ではなく薪用に短くしていただいた伐採木は自然に皮が剥がれるので花壇の囲いにしています。くるみ山荘には龍のひげがたくさんあります。今は龍のひげの花の時期です。ブラウニーを作ります。前にもご紹介しました。ナッツの部分は毎回変えています。レンジ加熱で柔らかくしたバターに砂糖、卵、バニラオイルを入れます。レンジ加熱したチョコレートはある程度冷ましてから追加します。小麦粉、ココア、くるみパウダーなどの粉類や刻んだくるみを追加して混ぜます。型に入れます。
オーブンで熱風加熱しました。集中力が必要な時にはこれを食べます。例えば確定申告とか決算処理とか、冗談ではなく集中する必要がある時に効能があります。今日は98歳になった姑がこれを食べて明るい顔になり、こんな美味しいケーキを初めて食べたと言っていました。皆様最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。とても励みになります。